こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。私は日本語の先生をしています。今日は東京出身の私がおすすめする新宿のおすすめスポットとグルメスポットをご紹介したいと思います。新宿といえば皆さん何が思い浮かべますか？本当に本当にたくさん観光スポットがあるんですけど、その中から私が個人的におすすめな場所と料理などをたくさん紹介していきます。はい。では行ってみましょう。まず観光地を紹介する前に簡単な新宿の紹介をします。はい。新宿は東京のちょうど真ん中ぐらいにあります。はい。アクセスがすごくいい場所で、東京駅から新宿までだいたい電車で13分くらいですね。渋谷も10分くらいで渋谷から新宿に行くこともできます。なので1日の新宿利用者もすごく多くて、実はギネスブックにも登録されています。びっくりですよね。1日に約270万人が利用しているそうです。私も友達と遊びに行くときは基本的には新宿で会うことが多いです。では次は私の個人的に考える新宿のおすすめスポットをご紹介していきます。はい、まず第3位からいきましょう。第3位は歌舞伎町です。歌舞伎町。皆さん歌舞伎町知ってますか？はい。歌舞伎町は日本では眠らない街と言われていて、夜もずっと人が多くて、お店があって、とにかくたくさんの飲食店が入ってます。また歌舞伎町は夜の街とも言われていて、本当にいろんなお店が入っているんですね。なので夜歌舞伎町に行くことは私は正直あんまりおすすめしないです。もし皆さんが安全に楽しく日本に旅行したいと思っているなら、夜じゃなくて昼に歌舞伎町に行くことをおすすめします。昼間の歌舞伎町は安全に観光することができます。昼間でも飲食店や最近新しくできたデパート、歌舞伎町タワーという新しいエンターテインメント施設ができたんです。そこの中にももちろんレストランも入ってるし、いろいろショッピングができるお店も入っています。なのでそこでショッピングしたりレストランに行ったりするのは楽しいと思います。はい。あと映画館も歌舞伎町の中にあってゴジラがいるんですね。その建物の上に。はい。なので、そのゴジラをね、写真を撮りに行く、方も多いです。はい。ぜひ皆さんもゴジラを探してみてください。では、第2位行きましょう。第2位。第2位は、新宿御苑です。新宿御苑。はい。ここの新宿御苑には、庭園があって、日本風の庭園や西洋風な庭園などが多くある場所で自然を楽しむことができます。また庭園だけじゃなくてその中に歴史的な建造物も見ることができます。なのでちょっと新宿でご飯食べて散歩したいという時にすごくいい場所です。で、自然もすごく綺麗なのでなんか飲み物を買って、なんかゆっくり
散歩してみるのはいかがでしょうか。はい。ね、すごく綺麗な場所ですよね。第1位ですね。観光スポット第1位は、都庁展望台です。都庁の展望台。この新宿にある東京都庁の45階にある展望台です。ここは誰でも無料で利用することができます。すごく景色が綺麗で、富士山や東京タワーもそこで見ることができます。夜の夜景も本当に綺麗なんですよね。営業時間を今見たら、9時30分から夜の11時までやっているみたいなので、天気がいい時はね、昼間の時間もすごくいいと思います。その東京都庁の中にお店が入っていて、はい、そのお店には東京を代表するお土産やアクセサリーなどが多く扱っていて、お土産にもすごくぴったりな場所なので、もし展望台に行った時にはそこもチェックしてみるとすごくいいものに出会えるかもしれないです。では次はグルメ行きましょう。私が個人的におすすめするグルメ一つ目は伊勢丹の地下1階にあるお菓子エリアです。そこには、日本を代表する有名な和菓子のお店や洋菓子のお店がたくさん集まっています。あと伊勢丹新宿店でしか買えないお菓子やそこでしか食べられないお菓子もたくさんあるので、絶対に行ってほしいです。はい。その伊勢丹の中でも私が一番好きなお店が種屋という和菓子のお店のどら焼きです。このお店は注文してから職人さんが綺麗に一つずつどら焼きを作ってくれます。もうすごく美味しいので、日本の和菓子が好きな方やどら焼き食べたことない方は本当におすすめです。行ってみてください。もう一つ、はい、私が好きなお店がコーヒーセーブというお店です。コーヒーセーブ。1964年創業の喫茶店です。今は歌舞伎町にあるデパートの中に入っています。ここでは昔ながらの喫茶店の食べ物や美味しい飲み物を飲むことができます。今は新宿の歌舞伎町の中にあるんですけど、昔は違う場所にお店があって、私はそこによく行ってました。お店もレトロな雰囲気で、若者の間でも人気がある場所です。はい。私もこの喫茶店に行くために並んだりしました。今もまだあるかわからないですけど、お店の前には食品サンプルもあって、すごくね、全部美味しそうなんですよ。はい。ぜひ行ってみてください。他にも、そうですね、私がよく行くお店は、フランチャイズ、チェーン店になるんですけど、牛タン専門店の根岸というお店にもよく行きます。いろんな牛タンの味を楽しむことができます。比較的リーズナブルな値段なので、すごく人気があるお店です。あとは私辛いものが大好きなので、蒙古タンメンというフランチャイズチェーン店のお店に行ったり、新宿駅から20分くらい歩いたコリアンタウンの中にある韓国料理のお店に行ったりします。新大久保という場所になるんですが、歩いていくこともできるし、韓国のレストランやお店がたくさん集まっているエリアになります。なので韓国料理がたくさん食べることができるし、韓国の文化もそこで見ることができます。はい、ここまでたくさん紹介してきましたが、皆さんに新宿の魅力伝わりましたか？
どうですかね。はい。本当にたくさんの観光スポットが新宿にはあるので、たくさん新宿を歩いてみて、いいところを見つけてくれると嬉しいです。ぜひ行ってみてください。今日はここまでです。これからもいろいろな場所の観光スポットを紹介していくので、見てくださると嬉しいです。はい。ではまたお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。